はい、というわけでホテルに着きました。この T シャツは飛び立てっていう留学のやつを奨学金でお世話になったので寄付した額でこういう T シャツもらえるらしくて、1万円寄付してもらえたので、欲しい人はぜひ寄付してみてください。というわけで今日は戻って夜ご飯なんですけど、ちょっとね移動続きで疲れてるのもあって、食べれなくはないんですけど、ちょっとね飛行機のご飯とかちょっとなんて言うんだろう、野菜が少なめで、あとちょっとね偏ってる感じが僕の中でしたので、ヨーグルトとこのプロテイン飲もうと思います。美味しい。これソバンニってやつ、ドイツにあったら買いたいな。多分ない。美味しいです。これギリシャヨーグルトだからあんのかな、ちょっと見てみます今度。美味しい。でも普段やっぱ住んでると大きいの買ってブルーベリー自分で入れて蜂蜜でとかってやるんでね、多分それで買わないだけであるのかもな。プロテインスムージー、めっちゃ美味しいチョコジュースですね。めちゃくちゃ美味しいです。はい、今回のオーストラリアなんですけど、中入る際が、なんていう名前だったかな、E ビザわかんないな。最初パスポートを持って、この国の人たちはパスポートに電子機能がついてるので、こうピッてやったら認証できますみたいなんで、その機械のところに並んで、みんなパスポートをその国の人たちは置いて、でそれで顔写真を撮って発行された紙を持って、出国じゃあごめんなさい入国するっていう手続きを見ました。これすごく楽でした。並んでる列がね、その個人差あって、すぐ分かる人と難しいっていう人とで、あれと一緒ですよね。セルフレジみたいなコンビニとかと一緒で、列が長いからとか短いからっていうよりは、なんか個人が長い人は長くなっちゃうみたいな感じなので、多少どの列並んでもそれは起きるのであんまり関係ないかなと思ったので、もし今度オーストラリア来てそれをやられる方は、スッとそこに並んじゃえばいいかなと思います。面白いなと思ったのは、そのビザの方かな。ビザの方で面白いなと思ったのは、入国過去にした国を結構詳しく聞かれて、例えばインドネシアにここ2週間とかだったかな、2週間入国しましたかとか、お肉類とかですね、なんかこういうの持ってきてないとかいろいろ聞かれたんですけど、オーストラリアって結構ちょっと靴に土がついてると問題だよねとかっていうので、厳密に結構チェックされるみたいで、もしオーストラリア来る方がトランジットでそういう国に行っちゃうと書かざるを得ない、その国に入ったって言って、でちょっと検査が長くなるみたいなことがあるかもしれないので、もしかしたら可能ならその国を避けて通るとかいうことはやってみるといいのかなと思いました。それではこのスイートチリ&サワークリーム食べてみます。匂いがいい。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。これ食感がすごい。聞こえます？このパリパリ。美味しい。しっとりだけどパリパリって感じ。こちらおすすめです。なんかこの会社かな、この会社のやつなんかめっちゃ売ってたので、他のも時間あれば試してみようと思います。
かに。Mushrooms This is the inaugural flight leaving from the Marder Gallery, and we're heading direct to the lunar South Pole.
メルボルンの旧監獄ですかねに来てるんですが、こんな感じでものすごく薄暗い空間になってます。で、ここに見えます通り、なんか映画とかでも見られるような囚人部屋の番号みたいなのが残っています。一部屋入ってみたらこんな感じで、多分過去に捕まった方とか逆になんかしてたんですよね。牢屋ですね。We've done all 3 levels. We'll just wait down here. 今旧監獄から出たんですけど、出てすぐがこの RMIT 大学らしいです。僕はあんまり詳しくないんですけど、監獄出てすぐが大学っていうのがかなり面白いですね。オーストラリアモナッシュもそうでしたけど、どこもなんかキャンパスが綺麗ですね。なんでだろう、大学が新しいのか建築基準が厳しいのか、どういうあれなんですかね。あんまり今のところ古くてなんかこう汚くなっているような大学がないですね。はい、というわけで帰ってきました。これが3日目です。今日はですね、このペールエール見つけたので飲みます。あとはこれですね、ポテトチップスシーソルト、これおすすめされました。食べてみます。おいしい。というわけで本日もお疲れ様です。めっちゃ美味しい。美味しい。ペールエール美味しいです。オーストラリアの。オーストラリアのかはわからない。でもオーストラリアンオールドだ。これめっちゃ美味しいね。で、今日はメルボルンの街をこう回って州立図書館とかチャペルとか行ってきました。あと海もちょっとね近づいてみたんですけど、雨ちょっと降ってたのであんまりいい観光ではなかったなっていう感じですけど、
まとめると中心部にホテルを取るともう大体めっちゃ近いです。中華街も近いですし、水族館とかも近いし、ちょっと動物園が離れてるけどトラムとか使えばすぐ行けるような距離なんで、メルボルンはめっちゃ観光しやすい街だなと思いました。ダイビングとかするとなるとまたちょっと違うのかなという感じはします。なんで、かなり楽しいですね。あとは何だろう、そうだ、ラーメン屋さん気になってたんで行ったんですね。よく日本のメディアでもオーストラリアの、出店したラーメン屋さんが、丸儲けみたいな話をよく聞くじゃないですか。なんかめちゃめちゃ日本と物価が違うからっていうのもあるっていう話を聞いて、じゃあローカライズされてんのかなと思ってちょっとお店行ってみたくて行ったんですけど、僕が今回行ったラーメン屋さんは、見た目は確かに最初現地の人用に合わせてるのかなっていう感じは しちゃうんですけど、すいません、これでゲップしたんですけど、実際味食べたらめっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかった。びっくりした。日本の美味しいラーメン屋さんだなっていう感じがしました。なのでね、味は本当に間違いなしなので、それで受け入れられてるっていうのがすごく、素晴らしいなと思いました。で、ラーメン1杯2000円、2200円ぐらいでした。だからやっぱり日本よりは値段するなっていう感じなんですけど、僕はドイツから来てるのもあると思うんですけど、大体ラーメンのドイツの相場も15ユーロ、20ユーロぐらいな気がするんですね。で、15ユーロっていうと大体2000円、同じ100円ぐらい。なんで、ラーメン屋さんの価格設定的にはオーストラリアとドイツはそんなに変わらない感じがしましたですね。だからそこすごい良かったです。中華街にラーメン屋さんがめっちゃあるんですよ。しかもそれ日本人がやられてるやつが多かったり、一風堂とかもありました。で、今回はその列がね並んでなかったとか、そういうのとか、あと州立図書館に近いやつ、行く途中で行けるところっていうのを、考えた上で、ラーメン屋さんを決めたという感じです。なので次回もし来る際は別のラーメン屋さんも行ってみたいなと思いつつも、もっとなんか別で韓国料理とか中華料理とかオーストラリア料理とかもしあれば行きたいなと思いました。今回はそこに行きましたですね。あとは2日目とかからと一緒なんですけど、トラムとか電車乗る際にはスイカみたいなやつを使うといいんですけど、海の方に行く際にはそれを使ってピッっていう風にバスに乗るときに、トラムに乗るときに押すところがあるので、そこでタッチして中に入ってタッチして出るっていう感じで、別に人を介さない感じでした。日本のバスとかってだいたい最初駅員さんのところでピッてやったりとかお金払ったりすると思うんですけど、そうではなくて各扉が開いてピッてするスタイルで、ドイツのバスとか、あとはそうだな、に近いかなっていう感じです。Come on, Matteo, quick, let's go.
無駄に広い。今回嬉しいのはこれですね。バスタブがあります。嬉しい。これなとかですね。今ホテルのジムに来たんですけど、こんな感じでランニングマシンとかトレッドミルみたいなのとか、あとはそうですね、ウェイトトレーニングの機材とかまあまあ充実してます。オーストラリアのマクドナルドが気になるので行ってみましょう。というわけでマックを買ってきました。結構行く国によってなんか全然マックの種類が違うから面白いですよね。オーストラリアのやつ見た感じはそこまで日本と変わりはないけど、ビッグマックとかなんかとにかくでかいやつが多そうでしたね。じゃあいただきます。スープポテト美味しい。これ今回ビッグマック普通のにしたんですけど、まあ日本と変わんないかな。美味しい。久々にビッグマックドナルドを食べましたね。なんか駅近くにあったハンバーガー屋さんは行ったんですけど、美味しい。なんかマクドナルドによっては乾いてる時があるんですよ、パンが。これしっとりしてる、美味しい。でね、何よりね、このフラットホワイトってコーヒーにしたんですけど、めっちゃうまい。やっぱりなんだろう、コーヒー美味しいのかな。メルボルンオーストラリアってちゃんと書いてある。関係ないかもしれないけど、全然マックのクオリティじゃないですね。これは美味しい。マックカフェだとクオリティ高いとかあるのかな。でもハンブルクに、ドイツのハンブルクにあるやつ、そんなコーヒー美味しくないから、使ってる豆違う気がしてます。まあでもそうですよね。現地で豆を取った方が輸送費かかんないから安いし、必然的に使ってる豆違いそうですよね。日本のマックカフェとかも最近行ってないから分かんないけど美味しいのかな。ポテト美味しい。止まんない
あとそうだ、マックカフェの方はすごいサンドイッチみたいなのも売ってました。あとマフィンみたいな。だから朝方行ったらそっち食べたらいいかもしれないですね。謎の美味しさ。レシートがね発行されなくてちょっと分からなかったんですけど、多分13オーストラリアドルぐらいなんで、まあまあ安くはないけど全然許容範囲って感じですね。はい、というわけで気になってたオーストラリアのマクドナルド食べてみた動画でした。皆さんおすすめの国のマクドナルドあればコメントで教えてください。オーストラリアの旅も無事終わりを迎えまして、明日ドイツに上海経由で再び中国東方航空を使って、ドイツに帰ります。この旅でですね思ったのは、オーストラリアはすごくいい国だなというか住みやすそうと思いました。生活がしやすそう。僕もいろんな国旅行単位だったら行ってきたと思うんですけど、オーストラリアはかなり海外では上位ですね。本当に住んでみたいと思いました。ただここからまたシドニーとか行くとさらに違う雰囲気だったりするので、そこもまた見に行きたいなと思いますし、運良ければまた9月か10月ぐらいにメルボルンを訪れる機会があるので、チャペルストリートっていう場所が友人というかお友達の方ですねからご連絡いただいたんですけど、行けず、ちょっとねマップ調べたら距離があったのと時間の制限がかなりあったので近場で済ましたっていうのもあるので、10月にまたそこリベンジしたいなと思っていますし、まだまだ行けてない場所 ACMI 映像美術館みたいなところとか国立美術館とかかなりまだまだ見るべきところ、あとはお店ですね、レストランとかも結局カンガルーは食べたんですけどクロコダイルは食べてないのでそういう不足の部分はあえて今後またオーストラリアに来る時のために残しておこうかなと思ってます。でですね日本人として10個ぐらい意外だなとか気になった点みたいなのがあったので、それはまた別途日本人として思ったことみたいな動画で銃のことみたいなところで動画撮ろうと思うので、引き続きオーストラリアにも興味ある方はチャンネル登録してその動画お待ちいただけると嬉しいです。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。再三になりますがチャンネル登録とまたですね高評価、そして最近コメントをいただく人も多くなってきて嬉しいなと思うのでコメントの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。